よろしくお願いいたします。じゃあちょっと、何点かお伺いしたいんですけれども、まずどんな現象、聞こえました今。俺さんの声の声と一緒。今って隣の人とかじゃないの？周りの人もいる？なわけないですよ。中で聞こえたの近くで。誰もいないんですか？誰もいないです、私たち以外は。おい、なんか言ってましたよね。そう、今。ね、はっきり聞こえた。下かな？下かこっち側から。なんか下の方から聞こえましたね。びっくりです。もういきなり。奥様のお父様が、今年の2月に亡くなられて、で、そのお父様の歩く音とか、咳払いとかが聞こえると。あとは、お子様が小さい時に、なんかこう黒いフードをかぶっている何かを見たっていうのと、あと猫の声も聞いたって言ってましたよね。猫の声も聞いた。猫初耳だけど。怖くて言ってない。それだから同じ階段のとこですもんね。そうです。怒ってる時の猫の鳴き声っていうのは「にゃー」みたいな「うち猫いない」とか思って、だからちょっと夜になるとここ通り嫌なんだけど怖くて。現在はどなたも住まわれていないと。で、2階だけ事務所として使っているっていう感じですよね。心配なまま亡くなられたっていうそのタイミングがあったっていうことですよね。きちっと供養っていうかなんていうの、毎日されてらっしゃる感じですよね。これはでもあれですもん。父のお盆の時からですから、それまではお水もやってなかったりお線香もやってなかったりですから。そうなんですね。本当に仏壇をは父がこの部屋でお線香を焚くこと自体が嫌だと嫌って言って、そうなんですか。自分が亡くなるまでってかお父さんが亡くなるまで私たちもお線香をあげることができなくて、だからだ、お線香を焚いた後からなんかこういろいろ。ただお父さんのご両親の時からはずっとあるってことですよね。お仏壇自体はね。ちなみにお家の中にお札とかって貼ってたりとか、例えば、神棚とかお札。神棚は事務所の。神棚は下に、事務所の上にあるんですけど。それって、例えば年に1回とか。全く。手つかず。まだ父が現役だった頃は、毎日水をかけてね。なるほど。じゃあ、今日、ちょっと検証させていただきたいと思います。よろしくお願いします。電気とかどうですか？全部消していった方がやりやすいですか？なんかあったらいいな。いいですか？いや、ごまさんがいると呼ぶんですよ。そんな感じしますね。本当に呼ぶんですよ。でもその方がいいかもしれない。普段自分らが経験してないことはあるかもしれないし、気づかれるところもあるだろうし。怖いんですよ。めっちゃ怖いんですよ。そこを我慢していただいてね。そうですね。わかりました。じゃあ、徹底的に検証。お願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、今から、ご依頼いただきましたお宅の方の検証をしていこうと思います。まず、ついてすぐにもう、お二人がいらっしゃる間もね、音が聞こえたりとか、あと声をはっきり4人で聞いたりとか、もうすでにしてるんですけど、まずは一通り部屋を、見させていただいて、その後に、スピボ、ゴーストチューブなどを使って検証して、で定点カメラで様子も見ていきたいと思います。で結構何が起きてるのかとか、あと本当にいるのかどうかっていうのを依頼者さんも知りたがっているので、しっかり検証していこうと思います。はい、じゃあ始めましょう。よろしくお願いします。なんだろう、明るくても問題はないんだけれども、カメラとの相性の関係で、電気は消していただいてます。ここがお仏壇のある仏間ですね。ここがさっき聞いた話だと、入院の準備を、亡くなられたお父さん自身もやられていたり、その前はなんか結構荷物で入れなかったって言うけどね。でちょっと片付けてから入るようにはなったと。でさっき私がお線香を焚いて、
その後からいろいろ現象が起き始めて、すごいよね。したら、お線香を焚かれるのをすごく嫌がっていたと、はい。この部屋でっていうので、ちょっとずっと背後から気配がしてますけど。すごいね。でこのお仏壇には奥様の亡くなられたお父様とそのご両親のお仏壇って言ってたよね。はい。ということで、お父様が亡くなられてからお供えしたりね、してるけど、その前はもう荷物だらけで放置されていたという話でした。じゃあちょっと上行ってみますか。行きましょうか。はい。ずっとね、この辺なんだよね。ここ本当にこの階段のこの辺り。階段のこの辺り。そう、ここのちょっと下から、ここの辺りが一番気配がするというか。一番の生活圏内って言ってなかったっけ、ここら辺。ここと下かな。下だよね。で4階はほとんど使っていないけれども、この階段でフードをかぶった何者かと、あと怒ったような猫の声を聞かれたと。上に多分上がろうと思ったらなんかいたって言って、それ以来ここが来なくなって、何が見えたのって言ったら、まだその時の会話だから、なんかこうやって黒いこうやってかぶってなんかがいる。でこっちが、妹さんのお部屋って言ってたかな。この部屋も良くない感じするな。するよね。ちょっと入ってみ。失礼します。ああ、なるほど。ああ、寒気した。今時々歩いてる音するね。トントンって歩いてる音でしょ。するよね。気のせいだと思ったけど、やっぱそうだ。やっぱこの妹さんの部屋がちょっと気になる。そのお父様の件とは別でもしかして何かあるかもしれないし。そういうことを。ほらだってそのフードかぶったそうかそうかそうかっていう件もあるし、ちょっとこの部屋が良くない感じするな。ゾクゾクするんだけどな。そうだね。良くないとこに踏み入れた時と同じ感覚がするね。するよね。でここと向かい合わせにそれぶつかってるさっき。聞こえた？開かずの間って言ってたの？開かずの間。お父様の亡くなったお父様のお母様のお部屋って言ってたっけ？確か。元はね。失礼します。ここもそのまんまって言ってたから。手つかずって言ってたよね。お札あるある。何の札だろう。あと観音様の掛け軸かな。本当にお布団とかも洋服とかもで、ちなみに無風です。もちろん無風だよ。揺れてるね。揺れてるんだよね。今私後ろにちょっと気配感じて、振り向いたらこれがもう揺れているっていう状態。マジか。気になってついて回ってるのかもしれないね、私たちの後。お父さん？そう。なるほど。
下でも音するな。ほら、あ、聞こえた？聞こえた。ドドン。ちょっと特徴のある足音って言ってたもんね。出た。うん。片方が強くドンってやるって言ってたよね。ドンドンっていう感じでしょ。で独特な歩き方をする人だったんで、どっちだ、右足左足をドスってやるの？片方で必ずドシっていう。必ずドスっていう。まあちょっと立地的にも、んいろんなちょっと遺構に囲まれた場所なので、はい。その身内の方以外の何かがいてもおかしくはないかもしれないっていう。あと周りが結構あれですよね。いろんなこう、なんていうのかな、歴史のある場所が多い。そこいうか。結構挟まれてますよね、周り。はだからなんかそういう意味では地理的にもなんか通りやすい場所ではあるのかなとは思ったんですけど、霊的な意味でそうやっぱりそういうのに囲まれてる場所って何かしらあったりすることが多いかなって。それはあれですか、お墓があるからとかそういうことは関係なく？お墓に囲まれてるっていうよりも、今までの経験上だとそういう遺跡関係が近くにある方が現象が多いかもしれない。何かしらはあるかもしれないなっていう感じで来ました。じゃあ父とは関係なくそういう人たちの出入り的なものもあるかもしれない。そうなんだ。夜って普段はいないんだよね。いないって言ってたね。で4階はこんな感じですかね。あ、音してる。すごい作りがしっかりしてるからね。ちょっとや外じゃない。で、私たちが歩いたところで見知りとも言わないんだよ。あ、全くしないね。そうでしょ。そうだね。だから作り自体はすごく頑丈に作られてるんですそうよね。だから確かに。そんなにね気安く音が鳴るような場所じゃないと思うんだよね。ここが実際使っていた食卓とキッチン、ここで実際ご飯食べてたって言ってたので、聞こえた？あそこにもあるじゃん、神棚。あ、事務所だけじゃなくて。本当だ。やっぱりちょっと心臓、あ、結構大きめの音だね。お札があって、神棚があるのね。ああ、そうだね。2枚重なってるかな。多分同じものだから、もしかしたら同じものを重ねて貼ったのか、翌年また重ねて貼ったのか。ああ、そうかもしれない。神棚もそんな古くないしね。新しいよね。そうだね。ちなみに北ってどっちなんだろう。今調べればわかるけど。ちょっと見てもらっていい？家の方角とか気になるな。こっち。さっきの妹さんのお部屋はで、あっちだったら北側だよね。やっぱここ通るとちょっと心臓があれだな。苦しい。苦しくなるな。じゃあ次2階の事務所ですね。でこの席に、お父様がいつも座られてたと。何今の？ドーンって言ってちょっと揺れたぐらいのドーンだったけど。なんだ今の。車通りが激しい場所じゃないじゃんここ。違う。だから例えばさ、大型トラックが通ってさ、ちょっと揺れるとかさ、うんそういう感じの場所でもないね。違うと思う。あー、なるほどね。ここはちょっと入ってほしくない領域っぽいな。なんかピリピリするわ。あ、お父さんが
いやなんか空気感というか。あ、そう、自分の、そうだよね、職人さんだったんだっけ。確かに上で落としたな今。うん。入り口のところ。そうだね。ここもそうだっけ。あ、そうだそうだ。でここが亡くなったお父様が、お父様のお母様と一緒に過ごしていた部屋と、もうここでほぼ生活してたって言ってたね、ここに座られて、で奥がベッド、ここで寝ていたと、あ、これも上と同じやつだ。同じ。同じ。あ、猫みたいな声するね。する。確かに2回聞いてる私も。今も聞こえた。マジで。どこ上。いや今はそっち側だったけど、こっち。確かにするわ。マジか。猫の声を聞いて。猫初耳だけど。怖くて言ってない。それだから同じ階段のとこですもんね。そうです。怒ってる時の猫の鳴き声っていうのは「にゃー」みたいな。妹さんの部屋がまず一つ気になるのと、上の、ここの階はでもいろいろ気になる。ここの階。あと下の事務所、どうしようかな。じゃあまずスピボをしながら点々と気になる箇所を行ってみる。そうやってみるか。いや今スピボやった途端すごかったな。どんどんって違う。そう。もしかしたらちょっと住宅街だからどうかなっていう感じもあるんだけど。はじめまして、お邪魔しております。アハ TV のゴマと申します。今日はご依頼いただきまして、亡くなられたお父様かまたは別の何かがこのお宅にいるんじゃないかという話で来ました。お父様いらっしゃいますか？スピードをちょっと遅くしてもらっていい？もう一度お願いします。ここにどなたかいらっしゃいますか？伝えたいこととかがありましたら、娘さんに今回お声が届きますので。お話しいただけたらと思います。ちょっと今から部屋を移動しながらどうしようかな。ちょっと上の妹さんの部屋行ってみましょう。どなたかいらっしゃいましたら反応お願いします。さっきからね、ずっと同じ声はしてるんだよね。統一して。同じ人。男の人でしょ。男の人。今からちょっと妹さんのお部屋に行きます。こちらのお部屋、どなたかいらっしゃいますでしょうか。
ーく見たら、なんとかちょっと鉛が入った。鉛？ここにお父様もしくは別の方いらっしゃいますか？どなたかいらっしゃいましたら反応していただけるとありがたいです。ガタンって言ったね。なんか言ったよね。こっち側かガタンだかなんかボトンだか。ゴロゴロゴロって。ここにどなたかいらっしゃいますか？なんか音が変じゃない？音が変だね。こんなの初めてだ。よければ何かしやっぱり男の人だ、同じ。同じ人だよね、これね。何か娘さんに伝えて欲しいこととかありますか？目も結構悪かったかな、もしかして。ね？その情報聞いてないよね。その情報は聞いてないよね。そうだね、なんかこう、目がいいのに眼鏡をかけた時みたいな感じになる。じゃあ今度、ゴーストチューブで一通り検証してみたいと思います。こちらのお部屋にどなたかいらっしゃいますか？もしいらっしゃいましたら反応していただけると、ここのご自宅の方にお伝えできると思います。承知しました。承知しました。疲れた。幽霊。お話によると亡くなられたお父様の気配がするとおっしゃられているのですが、お父様いらっしゃいますか？痛み。彼らは誰なの？私たちは、YouTube という配信コンテンツで本当にあの世が存在するのかなどといったものを検証しております。で今回、娘さんご夫婦にご依頼をいただきました。電話。まあ大体49日を過ぎるか過ぎないかあたりから、もしかしておやじさんいるまだっていうような物音、それからまあ生前からの咳払い、そういう、あとは電話をしているような、会話をしているような声、その辺が聞こえるような。初対面で失礼だとは思うのですが、何か娘さんにお伝えしたいことなどありましたらお話しいただければと思います。亡くなったお父様以外でもどなたかいらっしゃればお話しいただければと思います。ちょっと場所を移動します。同意した。ありがとうございます。上の4階行かせていただきます。妹さんの部屋の方に行きます。入ってはいけません。ここはなぜ入ってはいけないんですか？ちょっと違和感を感じて。停止？入ってはいけないということだったのですが、どうしてもちょっと
検証させていただきたいのでお邪魔させていただきます。失礼します。息苦しい。あ、俺もそうなんだけど、ね、なんで？こちら妹さんのお部屋にはどなたかいらっしゃいますか？ノック。ノックをしろと。ちょっとしてみて。ノックしました。真実。真実。サタン。この部屋にいるのは悪魔でしょうか？ここも妹さんが住んでたまんまなのかな。あれが気になるんだよな、どうしても。どれ？飾ってあるもの、グラスが2つ、もう1個グラスがあって、あと置物も2つあって、何か意味がある飾り方をしてるんだよね。あれが？だってああいう風に並べる部屋に。そうね。2つ。確かに。だからもしかしたら妹さん的に何か意味があって置いてるのかなっていう気がするんだけど。そういうことか。そんな感じがするんだよね。で、多分右がオルゴールかな。ちょっとアップにしますね。オルゴールなのかな。中を入れるケースなのかな。なるほどね。植物もだって。ナイフ。植物も枯れてるもん。本当だ。ナイフ。キャンドル。真実。先ほども真実とおっしゃっていたのですが、どんな真実を伝えたいですか？ポータル。ポータルって何？なんだろう。どういうこと？足音するよね。するよね。する。上なの？今もすんだよ。ドッドッドッドって。めちゃくちゃ歩いてるよね。また退屈。退屈なのはどなたですか？どなたかここで退屈な思いをされてるのでしょうか？私と遊んで。ここ守る。ここにいらっしゃ離れる。離れる。何にも喋らなくなっちゃった。止まったね。離れるって言って。そっか。そっから話さなかったね。今から事務所の方に、行かせていただきます。ここの階段もね、このピコピコ。さっきから悲鳴。注意音が鳴るんだよね、ここの階段。さっきもそうだよね。そう。登る時も。確かに。やっぱ階段は注意音鳴るな。すごいね、さっきから。階段もほら、最初から気になってたじゃん。そうね。こちら事務所の方、どなたかいらっしゃいますでしょうか？尊敬する。尊敬する。
こにお父様が座られていたということなんですが、お父様いらっしゃいますでしょうか。何かしら分かりやすい形で知らせてくれると。植物枯れてんだよな、また。ああ、そうね。例えばここの時計、注意。この時計を揺らすことって可能でしょうか。押す。こっちでも落とした。こっちもここに落としたんだけど今。あ、びっくりした。誰か近づいてきたと思った。注意、押すって言ってた。押すって言ってた。階段とか気をつけた方がいい。うわ、すごい注意音。うん。鳥肌が。ここお父様いらっしゃるんじゃないでしょうか。今日娘さんから、ご依頼をいただいてきました。もしお父様がいらっしゃるんであれば、何か伝えたいこととか言い残したことがあれば娘さんにお伝えさせていただきます。所有。コバ？うん。コンコンって。うん。多分ここかな。ノックしてるような音だぞ。ここなんだろう。お手洗いかな。お手洗いだね。お手洗いか。あ、そっか。ここだよね今ね。うん。トントンって中からかな。同意した。同意しただって。同意した。娘さんにお伝えできることがあれば手伝わさせていただきますので、何かおっしゃってください。奥様のことが心配だとか何かありますか。お母様は認知症で今施設の方に入ってるんですけど。そうなんですね。喉。喉。わかんないね、お母さん。私は近いです。近いです。私は近いです。このお部屋にいらっしゃいますよね。娘さんの体調のことなども気がかりだと思うんですけれども。亡くなるちょっと前ですね、1月の中旬ぐらいに彼女が脳出血で倒れたんですよ。1ヶ月ぐらい入院してまして、でその脳出血で落ち着いたんですけども、その父が亡くなった当日に胆のうの摘出手術をしまして、でその時も自分は亡くなったこと言えなかったんですね。段取りがいろいろガタガタあったりな感じで。で告別とお通夜の時に、まあ偶然その外出が OK だったんだっけ、で車椅子で出させてあげてっていうような感じで、ただその時にはコロナ市内もマンボウが出てましたので、まん延防止でおふくろさんも呼べないし、妹さんも呼べないしっていう形でやってたんですけど、お父さんには悪いけど今娘さんがこういう状態でも倒れちゃって入院してるからって言ったら、もう自分のことはさておきパニクっちゃったみたいで、だからそういう心配もね、おふくろさんのこととか彼女のこととかってやっぱり家のことが心配でいるのかな、まだね。何も言わなくなったな。止まったね。超能力のある。コマさんのこと。何かお話できたらと思います。ただ娘さんに、お伝えするためには聞く。話す。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしても娘さんにお伝えするには娘さんが分かるように残さないといけないので。ここはどこ？ここはご依頼者の、奥様の方のご実家ということで来させていただいてますが。
初対面で立ち入ってほしくないのは重々承知なのですが、協力していただけないでしょうか。聞く。ありがとうございます。お話もしていただけると本当にありがたいです。神様、疲れた。ここに残っていることでどこかが痛むとか苦しいとかっていうのはないですか？戻る。じゃあちょっと2階に。びっくりした。何？時計だった。びっくりした。じゃあ時計だね。焦った。裏切られた。裏切られた。飛行機。飛行機。あのね、うん。来る前に、うん。私地図で調べてたじゃん。うん。戦闘機が墜落した場所の慰霊碑があるの、近くに。そうなの？死亡しました。おっと。死亡しました。裏切られた飛行機、死亡しました。戦時中、儀式。戦時中に亡くなられた方、ここにいらっしゃいますか？戦闘機で墜落して亡くなってしまった方、近くに慰霊碑があると思うのですが、やっぱいろいろな通り道っていうのもあるのかな。ああ、ここが？私に何が起きたの？もしお父様なのであれば、ご病気で2月に亡くなられたということです。ナイフ。ナイフまた言ってるね。なんかね、さっきもそうだ。妹さんが言ったんだ。さらにナイフとさらに何でしょうか？もっと。もっと。受刑者。受刑者。なんか倒した今。うん。大丈うん。そっちカチカチ音が。ヘルプ。夫？ヘルプ？遊ぶ。遊ぶも2回目なんだよな。そうだよね。落としたでしょ、そっち。だいたい場所が絞られてきたね。終了。終了。じゃあ一旦ゴーストチューブはい切ります。はい。じゃあ私は今から事務所の方で一人検証を始めたいと思います。反応してほしいからあえてお父さんが座ってた椅子に座るか。いや、娘さんたちが座っているっていうところから撮るか。今私が座っているのが、現在娘さんがお仕事で座っているという席です。で、あっち奥に見えるのが、お父様が座られていた席ということですね。この辺一人検証を始めたいと思います。ここの事務所にどなたかいらっしゃいますか？特にお父様いらっしゃいますでしょうか？お父様が亡くなられる時に娘さんが、体調を壊して入院してしまったというお話をお伺いしました。お母様も奥様ですね、施設の方にいらっしゃるということと、妹さんも施設の方にいらっしゃるということもお伺いしました。ここのご自宅のことやお母様、妹さん、娘さんのこと、とても気がかりだと思います。どんなことでもいいですし、どんな形でもいいので、何か娘さんに
伝わる形でお願いいたします。こんばんは。もしよろしかったらお話を聞かせていただけませんでしょうか。先ほどからちょっと足音がすごいするんですけど、どなたかいらっしゃいますでしょうか。妹さんの部屋なんですけども、入るとすごく息苦しい、胸が苦しくなるんですけども、なんか胸が苦しいとかあったりしますか？呼吸の方はまだ苦しいですか？肺と喉のあたり、違和感はまだ残ってらっしゃいますか？喉、あと目の方と、心臓ですね。そのあたりが調子悪かったのではないかなと思ってるんですが、今はその苦しみや痛みから解放されてますか？目も結構悪かったかな、もしかして。その情報聞いてないよね。その情報は聞いてないよね。そうだね、なんかこう、目がいいのに眼鏡をかけた時みたいな感じになる。やっぱりちょっと心臓が、本当にもしお手伝いできることがあったら、どんなことでもいいのでお伝えください。お母さんの腰のやつかがない。靴下。お母様の腰のなんか使っていたものを見つけて、お仏壇のあたりに置いとけばいいですかね。本当に、初めましての状態で申し訳ないです。いろいろ聞いてしまって。ただ何かしらお伝えできることがあれば。ちょっとお話お伺いすることできますか？娘さんご夫婦にお伝えしたいことがあれば、残された人間には見えないもの、伝わらないことたくさんあります。今回私たちを通してそういったことを娘さんご夫婦に伝えられると思います。やはつく名前言ってんな。やしやかな、よかな、やしやすよしやす。なんか全然足音が聞こえなくなったな。なんか息苦しさもなくなった気がする。全部2回ごまさんとこ行っちゃった。なんだろう、急にいなくなったな。あっちかな。不思議だな。息苦しさがなくなったな。もしかして誰もいませんか今ここ。
かったと。趣味のお仲間がいらっしゃった感じですかね。気がかりなのはお母様、妹さん、娘さん、会えなかったお母様の、腰のベルトみたいなもの、趣味の仲間、細かいことも靴下片方、食品の賞味期限、仕事のことはあまり心配じゃないと。わかりました。伝えさせていただきます。ありがとうございます。コバ聞こえますか？はい、聞こえます。どうぞ。一人検証を終わらせて、仏間の方に来てください。どうぞ。了解です。今から向かいます。やっぱりこっち側だったな。こっち側とこっち側。私は死んでいますか？いいえ。屋根裏。ここを去る。あなたに従う。去らないでください。私に何が起きたの？名前は何？自分。被害。同意した。
寒い。ご挨拶。今行ってる。どのように機能しますか？ありがとうございました。ですね、実際のところどうだったのかっていうのをすべて動画を確認しないと、はっきりはわからないんですけど、一応私たちが回って検証した感じだと、妹さんのお部屋自体があまり良くないかなっていう感じがしました。なんかお父さんとはまた全然別のとか、あと一番通り道になっちゃってるとか、そういう可能性があるかなっていう感じでした。方角的にもそうだし、入った時にいつもロケで回ってる時とかにやっぱり踏み入れて、ここはっていう感じる場所があるんですけど、そこがやっぱり妹さんのお部屋は一歩入るとちょっと違う空間な感じがしたので、そこも一応定点とかも仕掛けたんですけど、っていうのと、私が、下の事務所の方で一人検証させてもらったんですけど、まず、はっきり聞こえなかったんですけど、やすか、よしか、なんかそんなようなつくような名前をまず一つ言っていた。可能性はでもやすしかないよね。どっちかなっていう、そしたら、やす時期的に。だとどなたに当たるんですか？息子です。孫に。やすっていう名前がついてますね。あと私が感じたのはやっぱりね、事務所で反応しつつも気にしてる内容がお仕事のことよりも実生活の方をやっぱり気にしてるかなっていう気がして、でお父様のお母様、おばあちゃんなんか腰になんかやったりしてました？なんか腰が悪くてとか。大腿骨を骨折して、入院はしてた。探してる感じ。探してる。でしたね。なんか腰を多分サポートする何かだと思うんですけど、がないっていうのと、本当に細かいことを言うと、靴下の片方がないとか。おばあちゃん、靴下の片方がない。そういうこと多々あった。もちろんそういうのは私おばあちゃんもボケちゃってたからね、片方がないって言って、よくお母さんとバトルしてたからでもしそういうのをその特に腰の、おばあさんのその腰のやつをもし見つけたらここに置いてほしい。腰のものね。お母さん、自分のお母さん亡くなった時は立ち会えたんですかね、お父さんは。おばあちゃんが亡くなった時、お父さんは立ち会ってないかもしれない。言ってるのはおばあちゃん、あとは、娘さんと、妹さんと、あと奥さんに会えてないっていうことと、あと、なんか趣味のお仲間とかいました？趣味っていうよりもよく遊んでた仲間は遊び仲間はいました。そういうお仲間の方にも、会いたいような感じで。そうでしょうね。
それを伝えてらっしゃいました。亡くなってからばったりやっぱ音信不通というか言わなくなったですね。どうっつってやっぱ気にしてくれてるかなっていうのはありつつも、どうしてもここまで上がってくるってことないね。ないね。なるほど。亡くなってからちょっと立ち寄りにくくなってねっていうのはありましたね。ありますね今。なるほど。もし機会があれば一回お仏壇とか来ていただけるともしかしたら喜ぶかもしれないじゃあちょっと一回上に上がってっていうのを言ってみようか。まあそうだね。っていう感じでしたね。あとはまあ動画をチェックしていろいろとどういう私たち車で待機した状態で定点とかも仕掛けたので、その辺でも何か起きてるかっていうのもちょっっとチェックしてっていう形です。長々とすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。Try to be honest, I'm not good at letting down my guard, but I really want it. Before you, I was running in the dark. When you said this was goodbye, that's when I realized I can't live without you. Try to be honest, I can't live without you. I can't live without you. Try to be honest, I can't live without you. I can't live without you.